アニメだけじゃないんだ。ということで今回は漫画版半夜の夜叉姫4話もべらぼうに面白かったって話していこうかなと思います。軽くあらすじからなんだけど、前回3話で夜叉姫たちが時代樹の精霊から西へ行けと、そこに時の歪みの源があり、それを正せば行方不明である父母も夜叉姫自身もあるべき形に戻るよと言われたので、とりあえず時代樹の指示通り動くことにした夜叉姫たちは、まず退治屋の里に向かいました。終わり。はい。あらすじ的にはね、本当に、今回は大蛇の里に行っただけだったんですが、にもかかわらずですね、すげえ心に来る話が詰まっておりましたので、そのポイント、見ていきたいと思うんですけど、まずどうやら漫画版の方でも、セツナは退治屋に所属していて、あとモロハも今、賞金稼ぎをしているんですが、もともと退治屋にね、所属していたみたいなんですよね。けど、今目的である時代樹の指示にあった西に向かい、歪みの源を正す。これに、どれだけ時間かかるか、わからないと思いますので、とりあえず退治屋の頭に別コートの許可をもらうためと、トワの新しい武器をね、調達するため、退治屋の里に向かったみたいです。で、っていうかそもそも、退治屋って前作、犬夜叉で、奈良君の策略により、全滅させられており、そして里もですね、妖怪により滅ぼされていたんですが、今、再建しているよっていうところもちょっと話ありまして、その滅ぼした元凶である奈落との戦いが終わった後、サンゴや琥珀が、その戦で家族をね、亡くした、身寄りのない子供たちを拾ったりしていて、その子たちに、生きる術を教えた結果、集まって、生活するようになり、里としてね、復興することができたんだよっていうのを、その大蛇の里にいた金玉とからね、話を聞かされていたんだけど、いや、ほんとね、こういうなんか説明がアニメでは多分なかったかなと思うんですけど、ちゃんとですね、前作が繋がる設定みたいなのを解説してくれるこの作りの丁寧さがね、一つ、漫画版のね、魅力かなと、最近思っております。で、あとさらにこの話でメイン級にいいと、感じましたのが、同じく初登場である琥珀さんが奈落の策略で、犠牲となった父と里のみんなの墓の前にいるシーンなんですけど、ここで琥珀が過去のことを、思い出しておりました。で、その過去っていうのが奈落に操られていたとはいえ、琥珀の手で仲間とね、父親を手にかけてしまったっていうね、絶望の過去なんだけど、それだけではなく、桔梗様、姉上、神楽、摂政丸様のおかげで、今、命をつなぐことができていること。そして、摂政丸一行に同行していた時に、凛が冥土に飲まれ、死んでしまったことで、摂政丸が他者への愛を知るきっかけとなった事件。これもね、思い出していたんですが、今現在、そんな大事な存在である凛が、行方不明になって十数年経っている。ということは、摂政丸様でも解決できないほどに困難な状況にあるのではないかと悟った琥珀は、それならば、今こそ、あの時、命を救われた恩を返す時だと、いや、少しでも返しができるならば、犬夜叉が囲め、凛を救うために行動している夜叉姫たちに協力は一切惜しまないとね、覚悟を改めて決めていたんですよね、ここ。はい。だから、ほんとですね、漫画版、こういうなんかアニメのその犬夜叉の続編として欲しかった描写みたいなのをすごい供給してくれるのでね、もう、大好き。そして次に注目したいのが、翡翠さんなんだけど、これね、俺の勘違いかもしれないんだけど、多分翡翠刹那のこと好き。雰囲気が漫画版だとね、特に感じました。けどその刹那さんの方は、なんか、あれ、なんて言うんですかね、足手まといとも取れるね、ことを言うんですよ、翡翠に。それを言われて、なんかぐぬぬーと、翡翠さんね、なっておりました。そして最後に、夜叉姫たちは琥珀からある人物を訪ねろと言われるんですが、どうやらその人物っていうのが、弥勒様とサンゴちゃん。そして、なぜかその二人と一緒に、モロハの死であるヤワラギと、なんと、オッガくんの姿もね、ここあるんですよね。はい。けど、姿がね、あっただけで、特に詳しい話はまだ4話では出てこず、次回5話にね、なんか色々と話をしてくれるかなと思いますが、いや、まさかですね、そのアニメより先に、オッガくん関わってくるとはっていうね、驚き、ここありました。はい。そんなところがね、とりあえず今回は、漫画版半夜の夜叉姫4話の話だったんだけど、今、アニメの方がさ、物語が一気に動き出していて、もうずっと楽しみではあるんですが、この漫画版は全くの別展開で、アニメに負けずの、面白さがありますので、こちらもね、今後、要チェックしていきたいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。